皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方の四間飛車に対して私が棒銀というね急戦策で挑むという将棋になりました。中盤でね相手の方がチャンスと見て仕掛けてきたんですけれどもね、結果的にその手がちょっと無理筋でね、そこから私が駒得になって最終的に押し切ったという全体の流れでした。こちらの将棋をですね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、3四歩に2六歩、4四歩、4八銀、4二飛車、これで相手の方の四間飛車対私の居飛車という将棋になりましたね。で、6八玉、6二玉、7八玉に7二銀と、相手の方はね、藤井システムのような王様のね移動の前に端歩を突くような手順ではなくて、オーソドックスなね駒組みの四間飛車ですね。7二に対して5六歩、7一玉、5八金右、3二銀と、そうですね、ここまではよくあるようなね局面なんですけども、この辺りからね居飛車側の作戦の岐路ですね。5七銀と上がって7七角と上がって、王様をね持久戦に固めていく穴熊であったり左美濃であったりね、そういった指し方もあるところなんですけれども、本局は3六歩とつきまして、急戦策ですよね。王様を固めるというよりは、最小限のね硬さにしておいて、攻めでね相手の振り飛車を潰してしまおうという指し方ですね。3六歩とねつきました。で相手の方が5二金左、9六歩、9四歩と、そこで6八銀、3三角、2五歩、8二玉と、そしてね5七銀左と、近年はねあまりこの形のね急戦策は少なくなりましたけどね、ここで7九金と寄るような形ですとね、エルモ囲いと言われる囲いでね、この急戦策も近年はね指されてますね。例えばこれで5七銀右と上がったりしてね、3五歩とついてくるようなね指し方もあるところなんですが、本局はね旧式ということもないんですけど、5七銀左という形のね急戦策ですね。それに対して6四歩と、さあ急戦のね骨格が決まって、ここからどう指すかですよね。一つはね3五歩とついてしまう手もありますね。これは山田定石と言われる指し方で、同歩に4六銀と出ていくと、で3五歩ならば3五銀とね、この時にですね、ちょっとしたポイントなんですけど、左の銀が出てくるのがね、守りが薄くなっているようですが、ここに銀がいることで、例えばこっちに銀がいますとね、この右の銀で例えば出ていった場合こういう格好になるんですが、右の銀で出ていってしまうとこの銀の裏を取られてね、今相手の方にもここで歩をもらってるので、3七歩成同桂、3六歩という手があるんですね、反撃がね。ここにね左銀で銀がいれば3七歩成同銀で何でもないというのがね、これがね山田定石と言われる指し方です。でこれもちょっとした補足でね、あまり深くは解説しないんですが、この時に3五歩ではなくて4六銀と出ていくのもねあるんですけど、4六銀と出ると4五歩と突かれて、銀がまっすぐねさらに出ていくことができなくなるので、先に3五歩とついて同歩に4六銀と上がれば4五歩には3五銀と出れるよっていうことですね。これちょっとした、解説なんですけど、山田定石という形です。本局はね私はちょっと棒銀をやりたかったのでね、もちろん3五とついていく手も有力なんですが、ここで、6八金上がるとね1手待ちました。で6八金に対して相手の方7四歩、ここで3七銀とね、左の銀で、角の頭を狙えば山田定石の形なんですが、右の銀でね本局に見られるように角の頭を狙っていくという構想ですね。で3七銀に対して1四歩、1六歩、7三桂と、そうですね、どちらもちょっと積極的な指し方ですかね。この銀が角の頭を狙ってるのは分かっているので、例えば4三銀と上がって2六銀に3二飛車と寄ってね、角の頭を狙ってくれば狙われてる角を逃げて戦うという指し方もあるところですね。7三桂は、ある程度ね角は頭を狙われそうなんですけど、陣形をね玉の方の陣形を重視する指し方ですね。で7三桂に対して私は2六銀とね出たんですね。2六銀と繰り出しました。はい、2六銀に対して、この次の手が相手の方のね作戦だったんでしょうね。今回ね振り飛車側の形のね、
考え方としては、銀が出てきてね、振り飛車の弱点である角の頭を狙われているので、一つには角の頭を守って指し方ですね。銀を上がってね。でもう一つが、本局に乱れるように4五歩と突いて、もう狙われてる角を交換しちゃおうっていう指し方ですね。この2つがあるので、振り飛車させられる方でね、急戦をやられて、角が狙われて困っている方は、角の頭を守る指し方か、角をこうさばいてしまう指し方のね、どちらかをこう、なんていうんですかね、研究してね、調べておくと、いいかもしれないですね。ただこの4五歩と突く形はね、3二銀の形でやることが大事かもしれないですね。こう銀が上の形でやってしまうと、3三角成同桂の形になるとね、この場合銀がいますけど、銀がいなくなった時飛車の頭を狙われやす飛車先をね破られやすいので、4五歩と突く手はこう3二に銀がいる形でやりますとね、実戦もそうなんですが、3七角成同銀とね、銀で受けるとね、先手のね居飛車側の飛車に活躍されないで済むので、その辺も一つポイントかもしれません。実戦3三角成同銀と進みました。でですね、居飛車今ね角の頭を狙っていったら角がいなくなってしまってね、さあどうするかということなんですけど、ここであえてね、さらにもう3五歩とついていく手もね部分的にはあるんですが、若干これはね重い形になってしまうんですよね。なぜかというと、こう取ってくれればね、3五歩同銀3四歩と打って2四歩こうなるならねやりたいんですが、3五歩の時にね放っておかれた後にねちょっと攻めにくいんですよね。角を持たれているのが一つミソで、3四歩と取り込んでも同銀で、例えば3五歩と打っても4三銀で、これで3七銀みたいな指し方もあるんですけど、ちょっと重い格好になるのと、あとこう棒銀でいった時にね3八飛車というのはこの棒銀との組み合わせでいいんですが、角を持たれてますとね、こう2七角とか4九角とかこうね角を打たれる傷が多いんですよね。ですのでここでね3五歩と突く手ももちろん有力な手の一つなんですけれども、実践見られるように3七銀とね引いてじっくり駒組みを進める方がプロの実戦でも多いですし、皆様にもおすすめな指し方ですね。もちろん、3五歩と前向きにいってもいいんですけど、やはりちょっとね、カウンターを食らいやすいというところがあるということですね。で3七銀と引いて、で相手の方は6三金と。さあ一回ね出てった棒銀がバックして、ちょっとねここからどう攻めるのかってことなんですけど、居飛車だけの理想で言うと、今この3七銀ってバックしただけに見えて、この銀を動かしておくことでこの銀が釘付けになるんですね。居飛車側のこの銀は自由に動けるんですが、振り飛車側のこの銀は動くと2四歩で飛車先の歩を交換できるので、この3七の銀を動かさないか釘付けにしておいて、実戦もそうなんですけど6六歩と突いて駒組みを進めていくっていう感じですね。これはだから攻めて潰しちゃうというよりは、相手の陣形に制約を与えておいて少しずつ局面を良くしていくっていう考え方にシフトしてるということですね。で6六歩と突きまして、本局はここでね、一番のポイントですね。ここが一番のポイントになりました。相手方6五歩と仕掛けてね、これが結果的にやや無理筋な手になってしまったんですが、自然な手ですとね、5四歩と突いたぐらいの手でしょうか。でそれですとね、居飛車側6七金右と上がりまして、で例えば振り飛車はねこの銀が動かせないんですよ。やっぱり、ね、上がると2四歩繰り返し疲れちゃうので、例えば8四歩のような手なら、ここでね居飛車はどうやって指していくのかなんですけど、例えば4六歩と突いていきます。ここね。で同歩同銀と上がっていきます。そしてね、例えばこの4五歩と打てば銀を下がらされるんですけど、この歩を持っておくと、例えば加藤図でねこうなると4三歩とこう打つ手が一応狙いとして出てくるわけですね。これは同飛車ですと3二角と打てるということでね、これで飛車桂両取になれば、攻めることができます。もちろん4三歩に飛車がどこかね逃げることはできるんですけど、この手が拠点になりますので、例えば4八銀と引いて3七桂から4五桂を狙っていくようなね、こういった感じで動いていくのが一つの、居飛車側の例になります。あとはあるいはですね、4六歩と交換するか4八銀ともう一手引きまして、3七桂と桂馬を使っていく手もあります。もちろんねこれ振り飛車が何か問題があるよって手を指してるわけではないので、もうこんなの完全にね居飛車大成功ですって手があるわけではないんですが、今言ったね4六歩で一歩持ったり銀を引いて桂馬を使ったりでねじっくり進めていくっていうのがね居飛車側の主な狙いになります。もちろんそれで形勢互角だったんですが、本局はねここで相手の方がねチャンスと見てね6五とついたんですね。こうやるとねもう局面がなかなか収まらない感じになりますよね。同歩と取りまして同桂と。
まあこういったね居飛車側からするとすごく嫌なんですが、ただねまあこの村チャンネル内でもよくね相手の方にね攻められる将棋ご紹介してますけれども、やはりねこう右の桂、相手の方から見て右の桂なんですけど、こう守備の桂馬が来るってのは結構リスクが高いんですよね。この相手の方の本来の攻めの桂ってのは2一の桂ですし、本来の攻めの銀の3三の銀、この2枚がまあ働いてないわけですよね。で守りの桂がこう短期でまあ飛んできているんで、これは丁寧に受ければ良くなりそうだなっていうのがまあプロ的な考え方ですね。でもちろんこの銀をタダで取られてしまう、タダというかね桂馬取られちゃうと損なんですが、強くね6六銀と上がる手が今回はね成立したんですね。でこの時にまあ6四歩と打てばまあまだね難しかったですかね。これで6七金右と上がるような感じで、まあこの桂馬が飛んでしまったのがいいか悪いか難しいところでね、居飛車側が持っちゃってるんでね、いいか悪いか難しいんですが、まあ一応これでやってれば収まったと思います。どうしてもね勢いここで3九角とねまあ打ちたくなるんですね、これね飛車銀両で。さあこれね決まりの格好に見えますよね。一見決まりの格好です。これで桂馬を取ったらね、まあ例えば桂馬を取ったら飛車取る手もありますし、6四歩と打ってもね銀が取れますしね、飛車も取れますし、一見決まりの格好なんですが、次の手がね、まあ、ぴったりの切り返しになってしまったんですね。5五角と、まあ、この手があったのでね、この相手の方の6五歩が無理筋ですよっていうことですね。まあ飛車銀両取りですけど王手が先手なんでね、王手されたのでまあ6四歩と打つしかないんですが、で3八飛車って寄られるといっぺんに銀取りと飛車取りがね受かってしまったということで、まあ、本局はね、まあ、この部分のまあ折衝がまあ一番大きなところになりましたね。まあこの後も指し手がかなり続くんですけれどもね、やはりね、このところでまあ無理攻めが入ってしまったことでね差がついてしまいました。まあこれ角を切ってもね角銀交換なんでね5四歩とついたんですが、ここでね3九飛車ですと5五歩でちょっと紛れてくるんですけど、3三角ないとねこの銀がちょっと取れるんですよね。でまあ馬が効いてますから銀を取るわけにもいかないですし、同桂と取るしかなくて3九飛車と取ってね、まあこれは皆様どうでしょうか。結構分かりやすくね、まあ銀を丸1枚丸々1枚得しましたから、居飛車成功ですね。ただまあ将棋は続きます。2五桂と飛んでね、まあ対局編の時も言ったんですけれども、もちろん銀1枚丸得は大きいんですが、この相手の方のね攻めの銀の部分を取ってる手なのでね、まだ玉形が硬いので、まあ、油断はできないですよね。まあ差は大きいですけれども、油断して指してしまうとね、例えばまあ銀を逃げたりして2八角と打たれて飛車が逃げて香車を取られるとかね、まあちょっと気持ちが守りに入ってしまうとこれも銀香交換になってしまうので結構難しくなってきます。まあ、ここは、3三角と、まあ、ここに打つのがね結構攻守の角打ちですよね。この銀がやっぱり浮き駒で狙われやすいっていうのもありますし、こう打つことで飛車香両取りと、で相手の方4三飛車といったんですが、1一角成とね、まあこれで駒得が広がっていきますね。もちろん3七桂成で銀は取られるんですけど、まあ銀桂交換ですからね、同飛車と応じておいて、まあ依然として居飛車側がこれは桂香得になりましたかね。桂香の2枚得してますからね、これも居飛車優勢です。で4六歩と突いたと、まあ、ここも同歩と取ったりねゆっくりさせてもありましたが、4四香と飛車を押さえ込んでいきます。で5三飛車、まあここは4二銀と打った方がまあより分かりやすかったかもしれないですね。まあ4二銀と打って飛車引いて香成る、まあどちらもあるんですけどね、4五桂と実戦を打ちまして5一飛車に3三馬と。そうですね、まあはっきり居飛車が優勢ですよね。まあ対局編の言ったみたいにねこの桂香を端に使って指す手もあるんですけれども、まあ分かりやすく飛車を狙っていってね、で、3三馬と引いた手に対して5七銀と、まあこれ勝負手でしたね。でもここから相手の方もねまあちょっと攻める場所がね4七歩成となっても同飛車ですし難しいところだったんですけど、5七銀からここからねまあかなり王様を薄くしてね実戦的な勝負手でした。同銀と取らして同桂成、まあ、この時に同金直ですとね、4八銀と相打ちされる手があるので同金左と取りました。そして、5五歩と。そうですね、この5五歩が相手の方の期待の一手で、まあ、例えばこれで同歩同飛車となっちゃいますとね、まあ、この打った桂香と馬が今ひどい空振りになってしまうんで、こういうのはね打った駒が空振りになるような展開だけは避けたいですね。ということで4二香成と攻め合います。まあちょっとやっぱりね元の駒の数の差があるので、まあ実際こうで薄くなるんですが、5一成から攻めて、やはりね居飛車側がリードをね保ってますね、私の方がね。はい。
で5七歩成とね、ただこう先ほどまではね完封されそうなところからね陣形がここまで薄くなりましたから、かなり相手の方もねいい追い込みをしてる感じですね。で4八銀と打って、部分的には厳しいんですが、6一成香で勝てればいいんですけど、6一成香は5七銀ないとね、こっちの金取られた時がねちょっと際どいので、6七銀と、飛車の方は譲ってね、で、3七銀成にここでね6一成香と取りまして、そして、同銀と。さあ、これで大きなね駒の割りが、一段落なんですけれども、先ほど言ったようにねこう先ほどまでは完封状況からねかなり方が追い上げてる局面ではあると思いますね、形勢的にはね。これ3七桂と取る手もあるんですけど、銀を取るとね4七歩成と変わりまして、成駒の位置がね一路こちら側にずれるんですよね。ここにいた成銀よりここにと金が来ますからね、これ5八と次桂馬取ってくれればいいんですけど、5八とこう王様の方に来られちゃうんでね、この銀を取る手がプラスかどうかっていうね、これは終盤戦ならではですよね。本来はこう銀を取るっていうのはめちゃくちゃ大きい手なんですけれども、お互いに王様が薄くなってね、どっちがたどり着くかというスピード勝負の時にね駒を取るのがいいかっていうのは難しいところですね。で実戦は5一飛車と、これがね攻防の一手、中盤こういう手がいい手になりますね。攻めと守りの2つね効果がある手っていうのは効果がね非常に重要な手になります。で7一金と打ってね硬いんですが戦力がねダウンしました。そこで9五歩とね、これがねやりたい手ですね。こちらを打って固められたら硬くない端を攻めると。で持ち駒に金銀桂いっぱいありますからね、同歩ならば歩を連打して8五桂という攻めですね。で相手の方の2八飛車もね私の5一飛車と同じような意味ですね。王手を指して6八金打と打たせればね戦力が、少しダウンしますからね、多少なりともね。で受けやすくすると、それで9五歩と取りました。ただ金を打ってもまだ銀2枚ありますからね、9三歩と、攻撃を続行しまして、これは次にね、9二に駒を打つので9四桂とね王手をダイレクトで打つ手が厳しい手になります。という方は同香と取ったんですが8五桂と打ちまして、ちょっとね受け駒がないですね。銀があれば8四銀と打ちたいとこですが、銀がないので8四角とね抵抗したんですが、5三桂成が決め手ですね。側面から攻めまして、私の方の王様ね馬も利いてますし金2枚が手厚いんでね詰めろがかからない状況です。で、5三桂成に5一角と飛車を取ったんですが、同馬と取りまして、成桂を取ってもね7三馬から攻めがあります。2九飛車成でね、次に手番が回れば7九飛車がねあるんですが、7三銀と打って以下はね即詰みの手順に入りました。玉が引きますとね8二銀打から、同金同銀成同玉で、あと角と金を持ってますので7三角と打つとどこに逃げても8二金までの詰みですね。同金なら同馬ということで、すいません、金は玉はね9三に逃げたんですが、この場合はね9三桂成と取りまして、同玉に9五香と走りまして、9四歩とね受けるしかないですね、上げますしかないんですが、ここから複数の詰みがあったんですけどね、8四銀打と、打ったところで相手の方の投了となりました。以下なんですけれども、この8四銀打ちに対して、王様を引けばね9四香と走りまして、8一玉に9二角と打ってね、9一玉に8三角成まで、これはちょっとベタベタっと打ってますけどね、ベタというか玉を寄って香になって詰みと。で同歩とね銀が取れるんですが、同歩と取った時に9四香と銀を打ってから香車を走る、もちろん8四銀成でもね危ないんですが、これが一番分かりやすいでしょう。同玉なら8四銀成となりまして、この時に馬が利いてますからね、王様上がって香車を打って合駒をして角を打つ、ちょっとベタベタベタっと打つ感じですけど即詰みです。この9四香に対して、王様をね、逃げても、同じですね。これは、8四銀成がいいですかね。そしてあと角香を持ってますから、王様を引いても
こう打ってね、ちょっとね指し手数変化は長いんですが、ベタベタと駒を打てばね即詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。戦型がね、相手の方の四間飛車に対して私が棒銀で出るということで、その後ね、角交換になりまして、一時的にね、ちょっと急戦状態というかね、陣形再整備という感じだったんですけれども、そこでね、相手の方が6五歩と動いた手が、本局一番のね、ポイントとなりました。結果的にね、その仕掛けが少し無理筋だったことで、私の方が駒得になりまして、そのリードを守ってね、押し切ったという内容になりました。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。